通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、イギリスのメディアロイターからの話題になります。今回はロイタージャパンですね。先日発生しました香港の大火災、これね、多くの被害者を出しまして大変なことになったんですね。日本でもね報道されていると思うので皆さんご存知なんじゃないかなと思いますが、今回ですねこの火災を受けましてイギリスのメディアとして大変有名なロイター、親会社はカナダですけどね、この日本版ですね、ロイタージャパンが X 上でめちゃくちゃ非難されているというんです。現在はですね、これがアジア人差別なんじゃないか、さすがにひどすぎるんじゃないかということで、その倫理観というのが疑われておりまして、批判が殺到しているという状態になっているんですね。で、こういったメディアの姿勢って、特に日本の場合はね、他のメディアが批判しないでしょ。だったらね、やりましょうよ、うちで。ね。で、以前ですね、こちらの動画で BBC のね、ひどい変更報道について扱っております。で、これもね、メディアの姿勢というのがわかる動画になっておりますので、概要欄にね、貼っておきますんで、ぜひご覧になってください。で、こういう系の動画ってね、ほとんど再生されないんで、皆さん見てないでしょ。すごく大切だと思うんですけどね。で、一応ね、この BBC の動画に関しては、非常にね、大事な動画ということで、再生リストの副次ピックアップの方にも入れておきますんでね、この動画の後でも構いませんので、ぜひご覧になってください。この動画もね、おそらく再生されるんじゃないかなとは思いますが、ちゃんとこれね、動画で残しておきますんでね、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんね、この事故、ご存知なんじゃないかなと思います。11月26日ですね、香港のマンションで火災が発生しました。で、この火災がですね、本当にひどくって、多くの被害者を出したんですね。で、これがね、まず一体どういったものだったのか、こちらガーディアンの記事見ていきたいと思います。香港警察は少なくとも94人が防止した火災について、不適切なスキャフォーディングと発泡剤が延焼を広げた可能性があると述べた。ということで早速ですが、こちらですね、スキャフォーディングとあります。こちらが本日のキーワードになります。Scaffold。建物の高い部分に手が届くようにするために作業員が立つ足場で作られた構造物ということで、こちらね、スキャフォードというのは足場という意味になります。つまりはね、これ高い台というニュアンスなんですが、こちらにもあります別の意味もあるんですね。犯罪者が首をはねられたり吊るされたりする平らな高い構造物ということでね、こちらのスキャフォードというのは処刑台という意味もあるんですね。つまりは足場と同じです。高いところにある作業台、ここで共通しているということですね。ということで、こちらは香港警察は少なくとも94人が防した火災について不適切な足場と発泡剤が延焼を広げた可能性があると述べた。香港警察は少なくとも94人が防止、多数が行方不明となっている住宅タワーブロック群での壊滅的火災について、補修作業中に使用されていた不適切な足場や発泡剤が急速な延焼の原因になった可能性があると主張している。木曜日、消防士たちは依然として火災によって発生した強烈な熱と濃い煙のため、上の階層に取り残されている可能性のある人々の救出に苦戦していた。南下双方によれば、その日の遅く、一人の生存者がタワーの16階の階段で救出された。ということでね、ここにもあるんですが、今回の火災というのはですね、当初ね、ここにね、見えております、竹の足場が燃えたんじゃないのと、このように言われていたんですね。香港って言えばね、ほんとこの竹の足場、たくさん見かけるんですね。もう名物なんですよ。ツアーで行くとね、あれが竹の足場ですよって紹介されるんじゃないかなと思います。ほんと有名なんですね。で、これがね、燃えたんじゃないかなんて言われていたんですが、こちら香港出身の方ですね。出身の香港に大火災が起こってしまい、心が痛む限りです。まだここでよく話す余裕がないのですが、これだけは日本の皆さんに理解してほしいです。この火災の原因は何十年も使われていた竹製の足場のせいではなく、防煙性の足りないメッシュシートが原因なのではないかと。こちらでもそうですね、正しい情報。香港には竹でできた足場や棚を100年以上使っているが、竹の良さをよくわかっているから、今回の火災の原因、竹ではありませんと。で、こちらもそうですね。このアカウントは香港人として日本の皆さんに向けて運営しているので、ここで一度きちんと説明させてください。今回の火災の原因は竹ではありません。で、これに関してはですね、先ほどのね、ガーディアンの記事にも触れられているんですが、若干ね、ちょっとニュアンスが違うところがありまして、一応ちょっとこれお伝えしておきますね。警察は建物が防護用のメッシュシートやプラスチックで覆われており、それが防火基準を満たしていなかった可能性があると主張した。また、補修工事を請け負っていた建設会社によって、被害を受けなかった別の建物の一部の窓が発泡剤で封鎖されていたことも突き止めた。建物の周囲に組まれていた竹の足場に沿って広がったとみられ、さらに強風がその拡大を後押しした可能性が高い。竹の足場は香港の建設現場ではどこでも見られる光景だが、安全上の理由から政府は廃止に向かって段階的に移行していると述べている。
ということでね、火災の直接的な原因は、防護用のメッシュシートやプラスチックなんじゃないかと。そしてこれがね、防火基準を満たしていなかったんだと、しているんですが、これが広がってしまったのは、竹の足場が原因なんじゃないかと見ているということのようですね。で、こちらですね、まさに今回話題になっているロイターの記事なんですが、ここね、竹の足場が燃え広がったかと。ここのコメントにね、非常に興味深いものがありまして、中国において竹や木材を使った足場が原因で起きた火災は数多くあります。そのため、金属製の足場を導入する動きが香港を含め各地でありますが、なかなかうまくいっていません。というのも、そのような竹や木材の足場を組む作業は、もっぱら専門学校を卒業したり、国家資格を取得した専門家が行っており、金属製足場への移行は彼らが職を失うことを意味するからです。有資格者の雇用や生活がかかっている以上、竹や木材の足場は今後も使われ続けるのではないかと思います。というようなことで、こちらね、ブルームバーグもこれ指摘しているんですが、現在ね、X でなされている主張と、出てくるメディアの見解というのは、かなりね、乖離しているなという印象がありました。どっちがどっちというのはね、僕とはわからないんですが、一応ちょっとそれだけお伝えしておきますね。で、現在ね、X を見てみますと、このね、竹が原因で炎症したんだという話は、中国のプロパガンダなので気をつけてくださいと、ジャーナリストさん、それは嘘ですよ、気をつけてくださいね、というような呼びかけなども行われておりまして、現在ネットではね、この議論が盛んに行われていると、こういう状況になっています。でですよ、まさにこのガーディアンでも引用されている写真があります。それがこちらなんですね。ここにね、キャプションがついているんですが、姓をウォンと名乗った男性は、妻が中に閉じ込められていると語った。そしてここね、カメラマン、タイロン・シュウさんっていうんですかね。そしてメディア、ロイターということで、この写真はね、ロイターのカメラマンが撮影した写真だということのようなんですね。で、それがね、実際こちらにあります、ロイターズ・ピクチャーズと、これね、さっきの写真ですね。71歳のウォン氏は、ここね、ちょっと読み方がわかりませんが、ホアン福園っていうんですかね、の中に、妻が火災で閉じ込められていると訴えた後、感情をあらわにしている。というね、妻が中に閉じ込められていると、それを訴えている、嘆いている男性の写真というのがありました。するとですよ、ね、こちら、見てください。この写真をですね、これね、スクショになるんですが、ロイターの X アカウントがヘッダーに使用しまして、この写真いいなと思ったんでしょうか。これをですね、X のアカウントのヘッダーにしてるんですよ。これにより現在ですね、このロイタージャパンなんですが、批判が殺到していると。ロイター、香港の火災で妻を探して叫ぶ男性の顔を嬉しそうにヘッダーにしているあたり、根底からアジア人に対して家畜くらいの感情しか持っていないんやろな。カナダの会社に買われてもイギリスの会社、香港を返還させられたんよっぽど根に持ってんのかな。ね、ロイターは本社がイギリスなんですが、親会社はカナダなんですね。香港の高層マンション火災の被害者画像をヘッダーにしている、こうちょっとね、読みませんが、おかしな奴がいると思ったら、ロイターの公式アカで草も生えない。ロイター日本支局の X アカウントのヘッダーは香港火災だが、ロイター本国のヘッダーはそうではない。おかしいのはロイター日本支局。というような形でですね、おそらくこのタイミングなんですかね。こちら11月27日のポストになるんですが、ニュース、妻がまだ中に、香港の高層マンション群で大規模火災、36人亡、279人不明。ここで使ってる写真を、このロイターのこのヘッダーに設定していたんですね。で、これに関してはね、プクタも確認しています。本当に設定してました。で、これね、めちゃくちゃ批判されたんですね。それでこのロイタージャパン、どうしたと思いますかね、ここ見えておりますが、これ別の写真に変えたんですよ。でもね、これ、結局同じでしょ？いや、これはね、倫理観疑われても仕方ないんじゃないかなと思いますよ。これちょっとね、最初見たとき僕たち信じられなくって、パロディアカウントかなと思いましたが、これ本物のアカウントだったんですね。で、このリプランもあれに荒れておりまして、いい写真が撮れたのはわかるけど、ちょっとこの使い方には引いちゃうな。これをヘッダーにするのは人の心とか軽々しい言葉で受け流していい事態じゃない。この写真をヘッダーにするのは神経疑うわ。何を考えてそんなヘッダーにしてんの？何がジャーナリズムだよ。人のを侮辱するな。よくこの写真をヘッダーに使おうと思ったな。ロイター通信のガバナンスはどうなってんの？担当者何人いるかわからないけど、ヘッドを変えた担当は道徳がないと思う。一刻も早くヘッダーを変えてあげてください。あまりにも悲しい。最近のロイターどうしちゃったんだよと。現在このリプラン荒れに荒れているんですよね。で、この方ね、最近のロイターと言っておりますが、これに伴いですね、この過去のロイターがいかにこのヘッダーでふざけていたのかというのが次々に上がっているんですね。どうもね、ロイターにとってはこのヘッダー、遊ぶ場所のようですね。これはね、過去のヘッダーにもよく現れていまして、こちらですね。ロイタージャパンって過去にも不適切なヘッダー画像で批判されたことがあったような、と思って検索したら、そうそうこれと。いうことで、ここ麻生さんですね。これがヘッダーになっていたんだと。で、これね、本当かなと思っていろいろ調べたんですが、これね、本当でした。2020年ですね。つまり5年前。もうこの時点でね、この方激おこです。貴様、ロイタージャパン、ふざけんなよ。なんだそのヘッダー画像は、不敬だろうが。と
ということで、これがね、実際に使われていたと。でね、ここにもあります。ロイターのヘッダー面白すぎて笑った。ということでね、こんな感じのスパイダーマンもヘッダーにしていると。で、こちらでもね、言われています。ロイターのヘッダー面白いねということで、これがね、先ほどのものですね。そしてこちらもそうです。そしてこれと。で、これが安倍さんですね。でね、もうここで言われてるの。ロイターがヘッダーで遊ぶの好きと。こちらもそうですね。これ3年前です。ロイターのヘッダーが可愛いことにと。これね、2016年だったんですね。ロイターのヘッダー画像、悪意しか感じないと。こちらもそうですね。これ2年前。これがもはや何の画像かもよくわかりませんが、ロイターのヘッダーがということで、このね、ロイターというのは昔からこのヘッダーで遊ぶというのがよく知られていたんですね。だからそこを踏まえると、これがね、いかに悪質かということなんじゃないかなと思いますよ。何なんでしょうね。ピューリッツァーでも狙ってるんでしょうか。もうほんといい写真撮れたと思ったんでしょうね。で、さらにこれがめちゃくちゃ言われたんで、取り下げた挙句、こうなるというのも、ちょっと神経疑いますよね。ロイタージャパン、ありえない。本当にありえない。ヘッダーに彼の写真を使わないで。あの写真を撮ったカメラマンはプロ。混乱と絶望に突然巻き込まれた一人の人間を切り取った。それを適切に使えず、むしろ見せ物にしている感を出すロイタージャパンは最低もいいところ。ロイター日本語版のヘッダー。いかにしてジャーナリズム精神が嫌悪と疑念の対象となり果てたのかの説明として十分すぎる。俺が中国人だったらこれを理由にしてロイターと日本にイチャモンつける。ヘッダーにこの写真は許せないでしょ。お、さすがロイター。人間のなり損ないみたいなやつしか所属してねえのがこれだけでわかるな。普通の感性してたら多くの方が亡くなった事件の写真をいい写真撮れたからヘッダーに使うかわらなんてことしないだろう。一日でも早く廃刊になることを心から願っております。この方をねやっぱり指摘してますよね。ロイターのヘッダーまた別の火事の画像になってたのひどすぎる。ちょっとごめんなさいね。これね YouTube で読めないんでそういうことですよ。この下もそうですね。ロイターという権威のあるメディアがこんな不謹慎なヘッダーを作成して大丈夫なんか。ロイタージャパンのヘッダー画像差し替えられたけど相変わらず香港の火事の写真でそこまでして火事の写真をヘッダーに使う意味がわからない。ということで一応ねこちらが本家のロイターになるんですが、こちらのヘッダーはね火災の写真にはなっておりませんで、これでいいんじゃないかと思うんですけどね。ロイタージャパンはこのヘッダーで遊ぶというのが、この中の人にとって恒例となっているようで、本人たちにとってはねネタのつもりなんでしょうが、ちょっとね日本人としては恥ずかしいかなというように思ってしまいましたね。はい、ということで本日はですね、先日発生しました香港の大火災の被害者家族の写真を X のヘッダーにしたことで、現在ロイタージャパンの倫理観が疑われているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。先ほども言いましたが、ロイタージャパンにとってはね、X のヘッダーというのはただの遊び場ということで、よっしゃーいい写真撮れたぜくらいな感じなんでしょうね。これマジでちょっと信じられませんけどね、そのぐらいの精神性なんじゃないかなというような気はします。で、そのロイタージャパンのね、中の人が一体何人によって運営されているのかというのはわかりませんが、もしね、これが日本人なのであれば、ちょっとね、この感覚はにわかに信じがたい。これでいいんじゃないかと思うので、ちょっとね、ロイタージャパンは考え直した方がいいんじゃないかなと思いましたが、皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。